dirty memes, I steal your sweatshirts. You keep me laughing till we're crying and our sides hurt. Call you at midnight, I know you're still up, watching TV and spilling tea until the sun's up. You're one of a kind, one of a kind, and I'm glad you're... 皆さんこんにちは。手帳の時間です。4月はどんな1ヶ月でしたか？書けなかったページが残ったまま、あっという間に時間が過ぎてしまった。ちゃんとしたかったのにできなかったなぁと、少しだけモヤモヤしている方もいるかもしれません。今日は書けなかった4月を責めずに、5月を気持ちよく始めるための優しい準備をします。4月のウィークリーページは、元気がある日とない日で差が大きくて、その他のページも途中で止まったままのところがたくさんあります。真っ白なページと、ちゃんと1週間を過ごしたページ。書けなかったページを見ると、ちょっと気まずいような、なんとも言えない気持ちになることがありますよね。書こうと思っていたのに書けなかったこととか、後でまとめようと思っていたこととか、そのまま残っているとなんとなく心がざわざわします。今日は過去のページを埋めるためというより、5月を楽しむための区切りとして、少しだけ書き足してみました。抜けているところを完璧に整えなくても、ほんの少し背景を入れるだけでも気持ちが前に進みやすいです。4月を少し区切れたので、ここからは5月の空気を考えていこうと思います。5月のテーマは風の挨拶。朝の窓を開けた時に入ってくる風みたいに、強すぎないけど少し気持ちが切り替わるような、そんな月にできたらいいなと思っています。テーマカラーはレモンヘイズ。日本語ではミストレモンのイメージです。元気を出さなきゃという感じではなくて、忙しい日にも机の上に優しい光を置いてくれるような、そんな文房具も選んでみました。5月に使いたい文房具をロフトで少し買い足していたので、開封します。文房具を選ぶときは、使いこなせるかなと思うより、見たときに気持ちが和らぐかどうかを大事にしています。5月に使いたいレターセット。連休が多くて5月もきっと思い通りに進む日ばかりではないと思うので、自分を責めない、急がせない、でもちゃんと前に進めるように、可愛い世界観のものを選んでみました。これは1ヶ月後の自分へ送るレターに使います。使いたいものが少し決まってきたので、ここからはセットアップの準備です。手帳を書くぞと思った時に、その場で全部を考え始めると、それだけで少し疲れてしまうことがあります。
テンプレートを切り分けながら5月をどう過ごそうかなと考える時間がとっても好きです。準備ができたので、ここから5月のセットアップ。月の最初は綺麗にスタートしたいなという気持ちもあるんですが、それが強すぎると逆に何もできなくなってしまうことがありますよね。だからちゃんとしたページを作っておきたいなとか、後で見返した時に可愛くしておきたいなとか、そういう気持ちは置いといて、今の自分が開きやすい、そしてわかりやすいページを作ります。なんとなく、やれそうかもという気軽な気持ちになれるのが好きです。1ヶ月後の自分へ向けて短いレターを書きます。5月は最初から少し忙しくなりそうだなと分かっているので、元気な今のうちに月の終わりの自分へ優しい言葉を残しておきます。未来の自分に向けて何かを書く時間は少し照れくさいなという気もするんですが、後から読み返すと思っていた以上に助けられることがあります。忙しくなりそうな月ほど、頑張ってねとか、これができましたみたいな言葉じゃなくて、疲れていたら少し休んでねのような力を抜いて読める言葉が心を温めてくれます。月末の私はきっとまた思うようにできなかったことを数えてしまうかもしれないし、手帳を開く余裕もなくなっているかもしれません。でもそんな時にこのレターを読み返したら、自分を責めることなく、余裕のない自分も人間らしくていいよねとニコニコ笑える気がします。5月の終わりにこのレターを開く自分が少しでもほっとできるように、うまくいく日ばかりじゃないからこそ、今のうちに優しい言葉を残しておくのもいいなと思います。未来の自分に向けて何か一つ残しておくと、月末の手帳時間が少し待ち遠しくなるかもしれません。レターセットと一緒に買ったフレークシール、お気に入りでまとめて5月をゆっくりスタートできたら嬉しいです。残りの時間は私と一緒にゆるく手帳時間を過ごしていきましょう。5月に使ってみたい文房具を2つ買ってみました。1つはデコレーションローラースタンプ葉っぱというモチーフです。この印鑑みたいな形がすごく可愛いですよね。手帳やカードにコロコロできるということで、葉っぱの上から色をつけて自分だけのデコレーションもできるそうです。こちら原寸大もあるんですが、実際にやってみましょう。キャップがついているので、キャップを外してみるとこんな感じでローラーになっています。ではやってみましょう。コロコロコロ、コロ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 、コロコロコロとすると結構綺麗な模様が出てきました。上から色を塗ってみます。今は春なので、こういう黄緑系の色を塗ってあげてもすごく綺麗です。黄緑と黄色とかでも春っぽさが演出できるんじゃないかなと思います。こんな感じ。少し季節が過ぎて秋ぐらいになるとちょっと茶色っぽい
濃ゆい色を使い始めてもいいかもしれません。赤とかで塗ってあげてもきっと綺麗ですよね。赤でも塗ってみましょう。季節の移り変わりが表現できるのがすごくいいポイントだなと思います。綺麗に塗らなくてもこういう風にストライプでもいいかもしれません。可愛い気がします。シャッ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 と。これもどうですか？いい感じです。全体で見てみるとこんな感じです。ここに文字を書き入れたりシールを貼ったりするとさらに可愛く仕上がると思います。もう一つ5月に使いたい文房具はこちらのデコラッシュキラリです。いつもデコラッシュは好きでこういうピーッと引くテープタイプのものを使っているんですが、キラリということでキラキラタイプが出ていたので買ってみました。これは 10mm サイズのリボンです。ではやってみます。綺麗にテープできましたね。使い切りタイプでテープの長さは3メートルあります。テープ幅は10ミリです。全部綺麗にできるかやってみましょう。結構力を入れて引いてます。こんな感じで近くで見てみましょう。キラキラキラ。皆さん映像で見えますか？何度かテープをしていくとこんな感じでテープがね途切れたりすることもあるんですが、そういうこともあります。力の入れ具合とか角度が悪かったりするとよれやすくなる時があるので、一度違うメモ帳とかで試してから自分の手帳にピーッと引いていくのがおすすめです。ちなみにこちらのデコロール、デコレーションローラースタンプはコロコロしても裏抜けしにくいということなので、実際裏抜けがないかちょっとチェックしてみましょう。ここは色をつけていないところで、ここが色をつけているところです。めくってみるとこんな感じでうっすらとスタンプしてるなという感じはあるんですが、しっかり裏抜けしてる感じもなくて、この辺だけちょっと力を入れすぎたらじわっとなっているかなというぐらいで、あとは綺麗にスタンプできていると思います。この最後のところもちょっと裏抜けしているっぽいですが、楽しく使えそうなスタンプでした。文字を書いたり、こういうスタンプ、イラストやシールと一緒に使うのも可愛いですね。森の中をタヌキが歩いている感じ。これも貼ってみましょう。ペタッと貼ってみました。そこでこのタヌキさんが文房具って楽しいね。こんな感じでセリフをつけてみました。
直接自分の手帳に使うのが怖いなと思ったら、100円ショップでも何でもいいので、小さめの手帳とかを買ってお試しで使えるものを一冊用意しておくと、いろんな手帳の使い方が発見できるかもしれません。マーカーと合わせてみようかなとか、シールと合わせてみようかなとか、ここに日記を書いたらどうだろうとか、そういうのを一つ一つ考えていくのが楽しいので、ぜひやってみてください。リボンだったらちょっと上品にしたいなと思ったら、同じような色をとってキラキラキラっとさせるのもいいですよね。四角をランダムに書くだけでも上品な感じが演出できます。こんな感じということで、コロコロスタンプをしたり、デコレーションスタンプをしたり、マーカーと合わせたり、シールを貼ったり、文字を書いたりしてお試ししてみました。すごく可愛く仕上がっていると思います。はい、これを5月に使っていくので、また手帳の中身5月も楽しみにしていてください。そして私がメインで使っているバレットジャーナル用の裏抜けしにくいちょっと分厚い紙が使われているこのノートは数量限定で販売しています。今は7色ご用意しているんですが、何度も完売になっている商品なので、ぜひ色が選べるうちに皆さん好きなカラーを手に取ってみてください。概要欄やコメント欄にショップのリンクを貼っています。ぜひ遊びに来てください。